こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーンブレイバーン第9話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。スミスはどうなるんだ。やっぱり鈴村の方が気持ち悪くていいな。かっこいい。さて巨大合体が出たから、この後は超巨大合体だな。それでも犠牲者は少なくなかった。かっこいいよねツインブレード。合体形態が微妙にダサいのは勇者ロボのお約束だよな。ホモは全てを解決する。で、今度出るフィギュアは合体できるのか。公式が匂わせてるからまあ確実にできるでしょう。合体できてあの出来と価格なら欲しいな。最終形態はグレートバーンブレイバーンかな。いつまでシンボル出しとんねん。いい最終回だった。スミスってことはバレたくないの。ブレイバーンの正体が分かった今、このエンディングも意味が変わってくるな。本当のホモだった。ネタバレ会が終わって次回からどう展開するのか、盛り上がるのか。これは敵を全てほふった後、ブレイバーンが人類の敵になる展開だな。やっと合体してくれたか。もう一つくらい合体残してるよな。人間スミスのいる温泉界と水着界を見たかった。有志レベルまで分解できたら元の肉体に再構成できないのかね。つまり2人はバーンブレイバーン。でもブレイバーン、何周もしたような知識量だったけど、今の勇と変わらない地点から来てるんだよな。ルルちゃん普通に喋るようになったな。あ、これ2号パンツになるやつだ。ルルはそっち行くのか。意外。これ最後は鈴村社長と杉田社長が合体するのでは。ブレイドラゴンだかいうの。どっからやってきたのさ。先週ブレイバーンが作ってたでしょ。こないだニッパーで作ってたやつやろ。ブレイバーンが内緒で作ってたやつ。100歩譲ってブレイバーンに転生したのはリッとして、なんで1話時点にワンプしたの。その時不思議なことが起こった。敵に時間を操るやつがいたような。その理由は明かされないんじゃない。スミス自身も急にあの場面に飛んでるし。フーヌスの何かしらが作用したとか。スミスが田中敦子の能力を取り込んで自分が望む時間と場所に飛ばされたらブレイバーンになっていたっていう感じかな。わからんけど。スミスがブレイバーンって誰も分かってないのか。わかるはずないだろ。ルルだけ気づいてるんじゃない。ブレイバーンの口調があれなのは全て田中敦子ロボのせいか。つまり不女子ってことなのか。時間を操れる少佐ロボが現れた時点でご都合感がすごかったもんな。あいつの存在がこれからもキーになるならいいけど、スミスがブレイバーンになるための舞台装置感ある。バイス・シュバルツの発表会にブレイバーンもあるらしいから、着ぐるみのが登場するかも。少佐の死ぬ時の望みが有機生命体のリビドーを感じたかったってことで合ってる。合ってる。他の敵ロボも独特な死生観を持ってる。死に場所を探して府中さまよってんの迷惑やな。ロボアニメとかこの程度でいいんだよ。てか敵ってまだいるんだっけ。あと3体。ブレイバーンの正体はスミスだって勇にはないのなんでよ。これどうなんだろうな。乙女心ってやつ。ブレイバーンが勇にわざわざ正体ばらさないのは気になるな。バーンブレイバーンがダサいのは狙って男の願いは叶ったのかな。エンディングの見方が変わってくるな。割と早い段階から予想してた人いたよね。よかったな。スミスはずっとそばにいた。ブレイバーン、スミス説。ブレイバーン、女の子説。どちらも正解。熱いパトスとか言ってたし、ねっとり成分はフーヌスの影響だろうな。予想通りではあったが、やっぱりスーパーロボットって勢いあったら良いわ。というかスペルビアはこっからどうするんだ。予想通りの展開で落ち着いたね。よかったよかった。でもブレイバーンに転生したスミスが時間巻き戻ってやってきたの謎。準備万端だったな。ここクソ笑った。いろんな意味で合体だった。スミスがブレイバーンなのはあからさますぎてミスリードかと勘ぐってたわ。ルルとイサミ戦うの。ガガピーちゃんなんするんだ。
ブルが元の鞘に戻ったというか、パイロットになるのか。スペルビアが合体パーツになるかと思いきや、そんなことなかった。ブルがスペルビアに乗って BBB と最終決戦やね。これスミスがノリノリで即興で歌ってたってこと。特攻時鼻歌歌うやつやぞ。ブレイバーンは今後も元スミスであることを隠して生きていくの。ヒーローは正体隠すもんだからな。そこはもうこだわりとかロマンとかで貫きたいとこでしょ。スミスというかブレイバーン的には変身ヒーローものの感覚に近いんだろうか。1話でブレイバーンが攻撃に驚いてた理由、スミスがブレイバーンになって初めての実践だった。生理的に無理発言。スミス、ブレイバーンなのでしかり、ブルがブレイバーンをスミスと言っていた理由、スミスだから。ブレイバーンの部屋にスミスの趣味だった特撮の模型が置いてある。スミ、略。1話のレバーは最初から今回の戦いのために用意してたのか。しかしあの気持ち悪さは、クーヌスと融合したからなの。1話まで時間跳躍したのはクーヌスの能力受け継いでるのか。こういうのでいいんだよ。あまりにも予想通りすぎる展開で逆に安心した。合体と言われて何と合体するんだと思ったら、突然出てきた支援メカと合体とか唐突すぎるわ。予想はされていたけど、改めてスミスだと思ってブレイバーンの言動を見直すと、ヒーローになって浮かれすぎてて笑う。結局前回実質最終話ってのはスミス、ブレイバーンが死んだからってことなんだろうか。やたらとスミスとの仲を取り持つのも自演だったか。バーンになる過程はすごく良かったが、今までの変態紳士な言動がどうにも脳をバグらせる。まさかマジでスミスだとはな。だいたいクーヌスのせいで草。ロマンとマン、あんなロボ絵描けるのか。背景の人だと思ってた。確かバスカッシュでもロゴデザインしてたし。バスカッシュを覚えてくれている人がいてくれて嬉しい。バスカッシュ普通に好きだった。好きなんだよな。ロゴもデザインワークスも。ちなみに円盤は買った。ブルの狙いはスペルビア負けたらブレイバーンと一緒に戦ってみたいな感じかな。あとはデスドライブズの謎を解明するくらいか。ここはロタ。てか3話で初出の必殺技が言えた理由って、ずっとカラオケみたいに字幕が出てたってことかい。字幕出てたんだな。そりゃ必殺技叫ぶのに必要だわ。感情込めて読めるイサミすげえよ。振り仮名付き。カンペ出てたから必殺技叫べたのかいさみ。スミスを前チャプター1とか言ったり、ほのかにマウント取るような人間だったのか。そういや、熱くイサミについて語ってたなこいつ。あのイサミへのねっとりした感情は、もともとのスミスの絆にクーヌスの式場が悪魔合体した結果ってことだよな。まさか純度 100% スミス由来ってことはないよな。タイムリープはクーヌスの能力だし、確実に混ざってる。声も違ってるし、厳密にはもうスミスじゃないってことになるんだろうな。序盤からネットで予想されていた通り、スミスがブレイバーンで、予想通り完全に追い詰められたピンチで合体してバーンブレイバーンになった。この予想通りのことを最高のアニメに仕上げてきた。イサミ、俺たちで世界を救うんだ。やばいくらいに痺れたわ。で直後に強化パーツが飛んできて、やばいくらいに爆笑したわ。録画しててよかった。明日もっかい見よう。ブレイバーンの正体バレ。まだ早いレバーの使用。9話こそ山場じゃねえか。暑かったわ。ブレイバーンが生理的に無理とスミスを断ったのは、スミスがスミスの中に入るってことだから、クローンベイビーみたいな生理的嫌悪感があったってことなのだろうか。それもあるけど、あそこでスミスを乗せてたらイサミが乗ってくれなくなっちゃう。バーンドラゴンとかいつの間に作ってたんだよ。最初から合体して出てこいよ。先週ブレイバーンさんが手作りしてました。時間操作と空間操作能力はどうなったんだろう。そんなんいらないくらい強いけど。バーンブレイバーンのデザインはなんかいまいちだったな。多分あえて画策してると思う。ぶっちゃけまだなんか隠し玉がある可能性が高いわ。最新話見たら1話のブレイバーンのシーンが感動的に見えるのがすごい変な気分だ。今回苦戦したのはスミス・ブレイバーンにとって周回してない未来の展開だからか。大方予想通りだけど、お約束度真ん中全力で走れば楽しめるものだな。畑隊長生き残っててよかった。
アックス当たるかと思ったぞ。今回の邦画実質最終回やんけ。最高に良い最終回だった。ここまで来ると逆にアトさんは何すんのになるな。もう一段階合体してグレートバーンブレイバーンになるんやろな。スミスと合体はまあ予想できたとして、ウルとスペルビアがどう関わってくるかは正直わからんからまだ楽しみ。まだデスドライブズ見たいとスペルビア戦が残ってるからちょうど3話だな。ベルちゃん、これからスペルビアっぽいアクセ手に入れなきゃならんのか。もしかしたらスペルビアがあれそのものになって喋るペンダントになるのかも。有機爆発バーンブレイバーン、ついにタイトル回収。A パートの胃もたれするかのような怒涛の展開から B パートの大興奮の展開。今回は見応えたっぷり。ただ怒涛すぎてちょっと理解が追いつかなかったわ。そして最後のルルのセリフの意味は、スミス、やはりお前往年のノリなのもスミスの趣味だと思えば納得。決めセリフを字幕で表示する勇に優しい親切設計もスミスの趣味だと思えば略。これまでの様々な要素に良さと気持ち悪さが掛け合ってやはり全ては収束していくのだ。バーン。いい最終回だった。これ第1話から見返す人は多いやろな。今度はブレイバーン視点で見ると違う側面が見えてくる。だから今まで気持ち悪かった悪いブレイバーンの口元が今回のラストではかっこよく見えるから不思議なもんだ。さああと残り3話をどう駆け抜けるか見もの。ついに判明したブレイバーンの正体に驚愕。まだ辻褄を合わせる考察の余地はありそうだが、ここは無粋なことは置いといて勢いで見てしまってもいいかもしれない。大張監督のらしさがほとばしる合体シーンが圧巻。最終決戦はやっぱり地球を眺めての月面。めっちゃ悲しくてわけわかんないのに笑顔にもなれる素晴らしい回だった。バーンドラゴンナにもしかしてひっそり作ってたやつ。あとクーヌスと混じっちゃったらから気持ち悪くなっちゃったの。それとも元からそういう感じなの。スミス。ヒーローである親を守るヒーローはいなくて、スミスなりのヒーローは自分のヒーローである勇を抱いて一緒に戦うこと。一人称を俺たちに戻したブレイバーンがスミスとして勇に語りかけて、二人の有機爆発のその先、バーンブレイバーン、熱い。なかなか怒涛の展開ですな。ブレイバーンが何者かとタイトルの意味の伏線を回収していった。まあ確かに散々伏線あったものな。自分で楽しそうに武器やら TS フィギュア作ってたのとかで、あいつなんだなって。俺たちで世界を救うと勇に葉っぱをかける通常のブレイバーンスミス。そしてその勇の勇気が高ぶった先に覚醒した有機合体バーンブレイバーンの背後に地球があることが、彼らが世界を背負い戦う勇気が垣間見えます。スミスの強い思い、魂がブレイバーンと勇とも呼応し合い、そして合体。最高でした。ちょっと意外な形でのスミス復活には泣けましたね。最終的に勇が勇気に目覚めたことがトリガーだった気がします。ブレイバーンの正体、人の無限の可能性に触れる熱い1話、そして合体の熱いお約束なんだけど、その結果完成したのが話を聞かぬ愛の思いロボ&自作自演感のある合体。全部想像の斜め上なんだよな。それで良いのか本作。いな、それでこそ本作。ブレイバーンの正体。ベルはブレイバーンの正体気づいてる。1話でまだ早い言われたレバーが合体のセリフが字幕で出てたの笑った。エンディングの映像と歌詞に納得がいった。伏線が散りばめられていたのね。第9話めちゃくちゃ驚きました。いや、まさかそんな仕掛けがあったとは。エンディングも含めてギャグかと思うようなところも全て計算されていたんでしょうか。スタッフさん、よくこんなことを思いつきましたよね。今すぐ誰かと語り合いたい気分。ブレイバーンの正体は大方の予想通りだったけど、1話のまだ早いレバーなど怒涛の伏線回収と待望の合体でのタイトル回収といった見せ方が素晴らしくて激アツでした。2人がシンクロした世界救ってねーはゲームやパチの演出で使えそうです。
9話で全てが分かって泣いてる。まさに勇気爆発。ブレイブバーン。最初から言い続けてきたのはそういうことやったんやな。さすが、大張監督、ありがとうまさみ。令和の時代にこんなに熱く素晴らしいアニメを見せてくれてサンキューな。神回来たこれ。熱いタイトル回収には激しく燃えた。スミスとブレイバーンが同じ趣味だったので予感がしてたけど、予想の遥か上の熱い展開で、謎合体もあり大満足。セリフの字幕に爆笑。ルルの今後にも期待大。令和のスーパーロボットものはこうでなくちゃ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。